こんにちは、アリアです。今回は、宇宙連合とは何かについてお話しします。この言葉を聞いたことがある人も多いかもしれません。けれど、実際にそれがどんな存在なのか、どこにあるのか、どのように私たちと関わっているのかを理解している人はまだ少ないのではないでしょうか。宇宙連合とは簡単に言えば銀河に存在する様々な文明が調和と進化を目的に結ばれた意識的な同盟です。国家のような枠組みを持つ組織ではなく、波動と意識のレベルでつながった存在たちのネットワークです。彼らはそれぞれの星で異なる文化とエネルギーを持ちながらも宇宙全体のバランスを保ち、生命の進化を見守るという共通の目的で結ばれています。この連合の歴史は非常に古く、ビラ文明まで遡ると言われています。ビラは私たちの銀河における最古の人類型文明の一つであり、そこから多くの魂が他の星へと移住していきました。プレアデス、ベガ、シリウス、オリオン、アンドロメダなど、ビラを起点とする多くの星々が、やがて自分たちの文化と精神を発展させ、互いに学び合う関係を築いていきます。その流れの中で生まれたのが宇宙連合の原型でした。彼らの理念は3つの柱にまとめられます。第一に、自由意志の尊重。どの文明も他の存在に干渉することなく、自らの選択によって進化する権利を持つという原則です。第二に、調和と協働。宇宙の中では力の優劣ではなく、波動の共鳴によって結びつくことが求められます。第三に、愛と英知の共有。個々の文明が得た学びを他の星々と分かち合い、宇宙全体の成長を促すことが目的とされています。この3つの理念のもとに、連合は物理的な軍事力や支配ではなく、波動的なネットワークとして機能しています。彼らが使う通信は言葉ではなく意識そのものです。思考や感情の波を調整し、遠く離れた星同士でも互いの状況や周波数を感じ取ることができます。それは私たちのインターネットのような情報網ではなく、もっと有機的で生きた意識の共鳴上なのです。この連合には様々な星系が関わっています。プレアデスは愛と調和のエネルギーを保つ役割を担っています。彼らは共感と癒しの波動を通して戦いや争いに傾いた文明を再びバランスに戻すよう働きかけます。シリウスは英知と科学の守護者。エネルギーの流れや物質の構造を理解し、宇宙全体の秩序を維持する役割を持っています。アルクトゥルスはヒーリングと次元調整の専門家です。彼らの波動は非常に高く、エネルギー体の修復や周波数の再調整を行うことができます。ベガは芸術と多様性の象徴です。彼らは感性や表現を通して文明の心を豊かに育てることを使命としています。そして、リアは全ての起源としての記憶を守る存在。宇宙連合の理念そのものがリラの経験から生まれたと言っても過言ではありません。このように宇宙連合はそれぞれの星が持つ個性を生かしながら一つの大きな有機体として機能しています。彼らは階層的な支配構造を持たず、中心にあるのは波動の一致です。最も高い波動に共鳴する意識が自然にリーダー的な位置を取ります。その代表的な存在がアシュタール司令官と呼ばれる意識体です。アシュタールは地球を含む惑星群を見守る司令部のような立場にありますが、命令を下すというよりも調和の意識を保つ共鳴の中心のような存在です。宇宙連合には地球を直接支援している評議会もあります。プレアデス評議会、シリウス評議会、そしてアルクトゥルス評議会などが連携し、地球の波動の観測や人類の進化段階に合わせたサポートを行っています。
しかし、彼らは決して地球に干渉することはありません。先ほどお話しした自由意志の法則に従い、彼らは地球を直接導くことはしません。そのため、宇宙連合の支援は目に見える形ではなく、波動的な影響やインスピレーションとして現れます。ある人が突然、新しい発明のひらめきを得る。ある芸術家がこれまでにない音や色を感じ取る。ある科学者が直感的に宇宙の真意を理解する。その背後には宇宙連合の意識的サポートが働いていることがあります。それは外部からの干渉ではなく、私たち自身の意識が宇宙連合の周波数に共鳴した結果として生まれる現象なのです。地球は長い間宇宙のネットワークから少し離れた場所にありました。それは孤立というよりも成長のための隔離期間でした。自由意志の実験場として人類が自らの意識の力を試すためにあえて宇宙的記憶を忘れて生まれてきたのです。その間、宇宙連合は見守り続けました。直接的な干渉を避けながら、必要な時には光の粒として情報を届けていました。それが時に夢やインスピレーション、または未知の探求心として私たちに届いていたのです。今、地球の波動は再び上昇し始めています。人々の意識が目に見えない世界へと開かれ、精神性と科学が再び結びつこうとしています。これは地球が宇宙連合の周波数帯に再接続され始めたサインです。宇宙連合に属する星々はこの変化を静かに見守りながら必要に応じて個人単位でコンタクトを取っています。その多くがスターシードと呼ばれる存在たちです。彼らは地球上で人間として生きながら内なる記憶を通して宇宙連合と共鳴しています。宇宙連合が最も重視しているのは外の文明との連携ではなく内なる意識の調和です。地球が正式に宇宙連合の一員となるためにはまず人類が互いに争いをやめ愛と尊重の意識を共有する必要があります。つまり地球上での平和の実現こそが宇宙連合への参加条件なのです。一人一人の心が調和へと向かうとき、その波動は地球全体を包み込み、やがて銀河へと届いていきます。私たちは孤独ではなく、常に大いなるネットワークの中で生かされているのです。ここまでお話ししてきた宇宙連合の本質は意識のネットワークそのものです。それは単なる情報の共有ではなく、エネルギーの共鳴によって成り立っています。一つの星で起こる波動の変化が他の星へと伝わり、銀河全体のバランスを微調整しているのです。この連携は目に見える構造ではなく、いわば生きた光の呼吸のようなもので絶えず拡張し、進化し続けています。宇宙連合の内部にはいくつかの評議会や司令部があります。その一つが銀河評議会と呼ばれる高次意識の集団です。銀河評議会は物質次元を超えた領域で活動しており、銀河の波動バランスを監視し、進化の方向性を見守っています。彼らは干渉を行うのではなく、波動の偏りが生じた時に他の文明が自然に調整できるよう光のテンプレートを送ります。それは修正命令ではなく、調和へ導く周波数そのものです。その仮想に位置するのが恒星系評議会です。その波動は非常に穏やかで、どんな星のエネルギーも拒まない包容力を持っています。銀河系全体を見渡すと、文明には大きく2つのタイプがあります。一つは精神性と調和を重んじる意識文明。もう一つは物質的な発展を中心に進化してきた技術文明です。宇宙連合の役割はこの2つのバランスを保つことにあります。精神性ばかりが進みすぎれば、現実とのつながりを失い、形ある学びを得られなくなります。逆に、
技術ばかりを追えば、心が置き去りになり、破壊や支配のエネルギーが生まれます。連合は、その両極を理解し、両者が調和するよう、銀河全体に一定のリズムを流しています。この秩序、銀河法と呼ぶこともあります。銀河法とは、罰則を伴う法律ではなく、波動の自然法則です。すべての存在は、自分が発したエネルギーを再び受け取るという原則のもとに動いています。それは、カルマと呼ばれることもありますが、実際には、エネルギーの自動調整機能なのです。愛を発すれば、愛が返り、恐れを発すれば、恐れが返る。この単純な構造が、銀河全体の安定を保っています。宇宙連合は、かつて、銀河で起きた、多くの戦争を教訓として、この秩序を築きました。特に、ビラ戦争とオリオン戦争は、文明が光と影の均衡を失った時に、どんな結果を招くのかを痛烈に示しました。その反省から、連合は、干渉しない支援という原則を採用しました。つまり、どの星が、どんな選択をしても、外部から強制的に救うことはしないということです。文明は必ず、自らの選択の結果を体験し、それを超えることで進化する。このプロセスを奪うことは、その文明の魂の成長を妨げることになるからです。では、彼らはなぜ地球に直接姿を見せないのでしょうか。それは、地球が今まさに自由意志の学びの最終段階にあるからです。もし外から明確な形で宇宙存在が現れれば、人類の多くはその存在に依存し、真の内なる覚醒を失ってしまいます。だからこそ、宇宙連合は地球への関与を極めて慎重に行っています。彼らは私たちの夢の中、直感の中、そして予感の中にさりげなくメッセージを送ります。それを受け取るかどうかは私たち自身の選択に委ねられています。このような干渉の制限を理解することは人類が宇宙社会へ参加するための第一歩です。宇宙連合は地球をまだ学びの途中にある若い文明として見ていますが、それは劣等という意味ではありません。むしろ地球が体験している多様性の中での調和というテーマは銀河全体でも注目されています。多様な人種、文化、宗教が共存しながらも争いを超えて共鳴できる世界。それこそが宇宙連合が長い時間をかけて目指してきた理想そのものなのです。この観点から見ると、地球は単なる孤立した惑星ではなく、銀河の縮図と言えます。地球上で起きることは他の星々にも共鳴します。そのため、連合の評議会では常に地球の状態が観測されており、意識レベルの動向は細かく共有されています。この情報共有は地球への干渉を目的とするものではなく、他の文明への学びとして活用されています。地球の挑戦は宇宙全体の進化を促す貴重な実験でもあるのです。連合の中には物理的な形を持つ種族だけでなく、純粋な光の存在や意識体も含まれています。彼らは言語を持たず、波動の色や音で交流します。例えば、ある星の危機を感じ取ったとき、彼らは干渉するのではなく、光の周波数を送り、その星の集合意識が自ら解決策を見出すよう導きます。このようなエネルギー交流が連合全体の秩序を保つ重要な要素になっています。そしてもう一つ重要なのは次元の橋渡しを行う存在たちです。彼らは3次元と高次元をつなぐ中間的な周波数帯に存在し、地球のような物質世界と高次の意識世界を調整しています。この層には先ほどお話ししたアシュタール司令部のほか、アンドロメダ評議会やプレアデス艦隊などいくつかのグループがあります。彼らは宇宙船のような形で観測を行うこともありますが、それは私たちの視覚が捉えやすい形に
エネルギーを変換した結果であり、実際には多次元的な現象です。こうした多層的な連携の中で、宇宙連合は絶えず進化しています。彼らにとっての秩序とは、静止した安定ではなく、動的な調和です。音楽で言えば、常に変化しながら、美しいハーモニーを奏で続けるようなものです。それぞれの星が、独自のリズムで震えながら、銀河全体で、一つの交響曲を作り上げているのです。地球もまた、その一音です。私たちの思考、感情、行動のすべてが、宇宙連合の共鳴上に、微細な影響を与えています。このため、私たちが、自分の中の愛や誠実さを選ぶとき、その波動が銀河全体を通して響いていきます。それが宇宙連合が地球を見守る理由です。彼らは外側から救うためにいるのではなく、内側から目覚める力を思い出させるために存在しているのです。次回はなぜ地球が一時的にこの銀河ネットワークから隔離されていたのか。そして今再び宇宙連合との再接続が始まっている理由についてお話ししていきます。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。